あなたは生態系の頂点は人間だと思っていますか？カンボジアのとある草原の中、人間に抱きかかえられて美味しそうにピーナッツを頬張るアフリカオニネズミのマガワ5歳。実はマガワはとある分野で活躍し、カンボジアに住む多くの人々の命を救ったとして称賛されたんです。そしてマガワはネズミにもかかわらず世界で初めてあるものが与えられます。それは金メダル。一方インドでもある記録を持つ動物がいるんです。それはなんとギネス記録を持つベンガルトラ。このトラはギネス記録に認定されるほど人間を食い殺したんです。ネズミによって救われた命と虎によって奪われた命、動物と人間が共存することは可能なのか。生態系の頂点に立つはずの人間の無力さとは。おっそす、辛い時こそ言おう。ハッピーケンちゃんです。ハッピーだにゃん、やみやみこですにゃん。本日はね、人間の命と関わることとしてね、名を残したね、動物の話を2つご紹介していきたいと思います。メタラの皆さんも猫とかね、ワンちゃんとかね、そうねいろいろ飼ってると思うんですけど、まあ人間にとって都合のいい動物もいれば都合の悪い動物もいるっていうことは言えるわね、一個。まあそうかもしれないですね。さてね、最初に見ていただきたいのは金メダルを受賞したネズミなんです。何それ。ディズニーではないですよ、ミッキーではないですよ。というわけでね、早速見ていきたいと思います。地雷撤去ネズミ。遡ること7年ほど前の2014年12月、ドイツ・ベルリンに所在する慈善団体アポポ。ここの職員がある1匹の動物を施設内に持ち込みます。それは生後1ヶ月ほどのアフリカオニネズミ。人間に懐きやすい性格でペットとして飼育されることもあるネズミなんです。しかしアポポの職員はペットとして飼育するためにアフリカオニネズミを持ち込んだのではありません。彼らは施設に持ち込んだネズミに早速ある訓練をします。それは地雷の撤去作業の訓練。アポポの職員たちはこのネズミにマガワという名前を付け、地雷撤去のノウハウを教え込むんです。ネズミにそんな訓練できんの？それがですね、アフリカオニネズミの習性を使えば可能なんです。世界で初めてアフリカオニネズミが地雷撤去に役立ってくれると目をつけたのはベルギー人のバート・ウィート・ジェンス氏。彼はアフリカオニネズミに高い知能と犬並みに鋭い嗅覚があることを発見しました。そして1998年、バート氏は地雷探査法人アポポをたった一人で立ち上げ、多くのアフリカオニネズミに地雷撤去の訓練を行ってきました。アポポは現在タンザニアなどの発展途上国5カ国に拠点を置き、270人もの現地スタッフが所属。大規模な国際社会事業になっているんです。そんな事業団でマガワはどんな訓練を受けていくのか。まず生後1ヶ月のマガワに必要なのは人間とのコミュニケーション。しかしネズミは普通人間の言葉を聞き分けて反応することはできません。そこで職員たちはカチッと音が鳴ったらマガワに餌を与えるということを何度も繰り返します。人間の言葉を聞き分けないマガワでもカチッという音が鳴れば餌がもらえることを覚えられるんです。こうして職員とマガワは信頼関係を結んでいきました。そして次にマガワが覚えるのは爆薬の匂い。犬並みに鋭い嗅覚を持つアフリカオニネズミは地中に埋められた爆薬の匂いを嗅ぎ分けることができるんです。そこでマガワが行った訓練は用意された複数のケースの中から爆薬が入っているケースを見つけ出すというもの。マガワが正解するとご褒美のピーナッツが与えられました。そして最後の訓練は400平方メートルの土地に埋められた爆発しない地雷を全て見つけ出すというもの。マガワは9ヶ月ほどで全ての試験に合格。訓練を卒業し現場で地雷撤去作業に従事することになるんです。マガワの初仕事となった地はカンボジア北部のシエムレアプ。カンボジアは1970年のベトナム戦争、そしてその後20年続いた内戦によって世界で有数の地雷不発弾の被害国なんです。国内では未だに地雷や不発弾によって手足を奪われる被害者が多く出ており、深刻な問題になっています。2021年現在埋没されている地雷不発弾の数は推定400万から600万個。この地でマガワは地雷撤去活動を行うんです。本当？マガワ大丈夫？心配になってくんだけど私。まあなんか一緒に行く人とマガワにとってはね、もうめちゃくちゃ危険な仕事っすよね。ではね、ここでね、地雷に立ち向かうマガワの仕事ぶりを見ていきたいと思います。地雷原を走るネズミ。対人用の地雷はどれぐらいの重さで爆発するかは種類によって異なるんですが、多くは数キロの重さで爆発するとされています。ネズミともいえども爆発の危険性はないのでしょうか。しかもアフリカオニネズミは他のネズミと比べると大型のネズミ。マガワの体長は70センチほどで体重は 1.2 キロほど。しかしこのくらいの体重なら地雷の上に乗っても爆発する確率は限りなく低いとされているんです。むしろ地雷原を走り回りながら地雷の捜索をしても問題ありません。自慢の鋭い嗅覚を使い爆薬の匂いを素早く嗅ぎ分けていくことが可能なんです。その速さは圧倒的。例え
例えば人間がテニスコートほどの広さを調査するとなると4日ほどの時間がかかります。人間が地雷や不発弾を操作するときには金属探知機を使用します。しかしそれでは地雷や不発弾以外の金属にも反応してしまうため余計な時間がかかるんです。ですがマガーが同じ範囲の調査に要する時間はわずか20分。マガーはピンポイントで爆薬の匂いを嗅ぎつけることができるため人間とは比べ物にならない素早い速さで調査ができるんです。こうしてマガーは地雷撤去において多大な功績を残しました。マガーは5年間でおよそ東京ドーム5個分の広さの土地を調査。その結果撤去した数は地雷71個と不発弾38個。そして2020年9月、5歳のマガーはイギリスの動物福祉関連慈善団体 PDSA から金メダルを授与されたんです。 PDSA による金メダルの授与対象はこのように定められています。自らの命を危険にさらしたり人間や動物の命を救う活動に従事した、あるいはそれらに準じる献身的な活動が認められた動物。こういった条件からか今まで金メダルを受賞した動物はその全てが警察犬や災害救助犬などの犬でした。マガーは世界で初めて金メダルを受賞したネズミなんです。そして今年2021年6歳になったマガーはね、もうね、だんだん体が老いてきたんで、引退したんです。まあね、お疲れ様なんですけど、ですがね、アポポはね、訓練した45匹のネズミをね、また地雷撤去のために東南アジアの地域にね、どんどんね、連れ出してるんです。マガーが先駆者だったってね、そういうことですね。偉い。というわけでね、次はですね、ギネス記録を取ったある動物のお話なんです。ギネス記録。そのね、記録は驚愕のある光景から始まるんです。ギネス記録の餌食。今から121年前の1900年頃、ネパールのヒマラヤ山脈のジャングルで見るも無残な姿の人間の遺体が次々と発見される事件が起こりました。原因不明のこの事件に震え上がった人々は悪魔の仕業か、はたまた神の怒りかもしれないという声を上げるほど、ほどなくして人々を恐怖に陥れたものの正体が判明。その正体はベンガルトラ。悪魔や神の仕業ではないと理解した人々は早速ハンターにトラ退治を依頼。しかしこの殺人トラはまるでハンターに狙われていることを知っているかのようにハンターの目をかいくぐりながら人間を襲い続けるんです。そしてその犠牲者はあっという間に200人を超えました。このあまりにも多い犠牲者の数についにあの機関が動き出したんです。それはネパール政府が派遣した軍隊。さすがの殺人トラも何百人という軍隊を目の前にすれば多勢に無勢。殺人トラは戦うことを諦め逃げていきました。こうしてついに恐怖のどん底だったネパールの人々に平和が戻ったんです。殺人トラの殺害がいつ始まったのか正確には分かっていません。住民の話によるとそれらしき事件が起こり始めたのが1890年後半だといいます。ネパールの人々はおよそ5年もの間獣害事件に苦しめられていたんです。一匹のトラ退治するのに軍率いるって、聞いたことないわよ。めちゃくちゃ頭良かったってことでしょ。すごいっすよね。でもちょっとトラ舐めないでもらっていいですか。そんぐらいやばいんですよ。なんでか、このトラね、人間の行動様式をね、すげえ分かってたんじゃないかとも言われてるんですよね。だからね、軍隊連れてこないともう太刀打ちできませんと、そういう話なんです。しかしね、この殺人トラ一体どこへ逃げてしまったんでしょうか。ネパールから殺人トラが姿を消してほどなくしてある場所で人間の遺体が次々と発見される事件が起こりました。その場所はインド。なんとネパールから追い出された殺人トラはネパールとインドの国境シャールダー川を渡りインドのクマーウーン地方にたどり着いたんです。人口密度が高く周囲を森に囲まれたクマーウーン地方。ここはトラにとって人間を狩るのに最適な場所だったんです。一方でクマーウーン地方の住民にとっては不都合が重なっていたんです。1857年に起こったインド大反乱の後から住民たちは武器を持つことを禁じられていました。そのため彼らがトラから身を守る手段は何一つありませんでした。殺人トラはそんな村の空気を察知したのか、その行動が以前より大胆になっていきます。ネパールを追われる前の殺人トラはジャングルに身を潜め偶然通りがかった人間を襲っていました。しかしインドクマーウン地方では昼間から村の近くを徘徊し積極的に人間を探して捕食するようになったんです。しかもその行動範囲は20キロもの広範囲に及んでいました。こうして殺人トラはこの地域の住民たちを恐怖で支配するんです。本当に野生動物が本気出しちゃったら本当人間ってその素のままではかなわないわよね。まあね、人間たちはね、恐怖に怯えることしかできなかったんですが、ある一人の人物が立ち上がることによってこの殺人トラのね、恐怖にね、終止符が打たれるんです。悪夢の終焉。虎の出没により日常生活もままならず明日への希望すら持てなくなったインドクマーウン地方の住民たち。しかし殺人トラが現れて4年の月日が経った1907年、ついにこの惨劇に終止符を打つ一人の救世主が現れたんです。その人物はジム・コルベット。彼はイギリスから殺人トラの退治を依頼されてやってきたハンターなんです。早速コルベットは殺人トラを討伐するため毎日村中を歩き回り殺人トラの捜査を開始。そしてある日クマーウン地方の町チャンパーワットを歩いていたコルベットは恐ろしい光景を目撃するんです。それは食事をしている殺人トラ。その殺人トラが食べていたものは16歳ほどの少女でした。そしてここからね、コルベットと殺人トラの一騎打ちが始まります。
少女を貪るベンガルトラ。その様子をただ見つめることしかできないコルベット。彼は恐怖と怒りに震え頸椎した。奴を絶対に許さない。確実に殺す。ベンガルトラに気づかれぬようゆっくりと近づくコルベット。そして次の瞬間、トラが振り向き視線がぶつかってしまう。まずい、気づかれた。しかしトラはコルベットに無関心。まるで食事の邪魔をされて不愉快だという表情。トラは少女の足をくわえ森の中へと入っていく。人間を舐めやがって。トラの口から滴る少女の血。一定の距離を保ちながら追うコルベット。チャンスは絶対に逃がさない。もし一撃で致命傷を与えられなければあっという間に返り討ちにされる。そう、トラの機動力と人間の足ではその差は圧倒的。確実に仕留められるチャンスを待つしかない。一瞬の隙を伺うコルベット。そしてついに今だ。コルベットはトラが歩みを緩めたその瞬間を逃さなかった。銃弾を受けた殺人トラは倒れ込み、その鼓動を止めた。よかった。よかった。インドにやっと安心していけるよ。これでピースが戻ったインドにね。私たちめちゃくちゃ噛み合ってないわね。というわけでね、この後ね、殺人トラがね、見分されるんですけど、そこでね、いろんなことが判明してくるんです。まずこの殺人トラの全長は約2メートル50センチ、性別はメスだということが判明しました。そして最も特徴的だったのは右側の牙が上下とも折れていて機能していなかったということ。この事実からコルベットはこう推察したんです。機能しなくなった歯のせいでこのトラは野生動物を狩ることができなくなったのではないか。だから力の弱い人間を襲うようになったのではないか。そしてトラが人間を襲うようになったそもそもの原因も推察されたんです。このトラが生まれ育ったネパールのタライという低湿地帯がなんと穀倉地帯に切り開かれていたんです。そのためトラは生息地がなくなり、人間が住んでいる町の近くまでたどり着いてしまったのではと言われています。絶滅危惧種とか生態系とかよく聞くけどさ、改めて聞くと地球上にどんぐらい生物がいるかなんて私全然知らないんだけどさ。いや、メゴさん、いい質問です。というわけでね、メトラの皆さんもね、地球上には一体何種類の動物がいるか知っていますか？というわけで本日のメトラキーワード、生態系について。地球上には動物や植物、微生物も合わせて1000万種類以上の生物がいると考えられています。そうした生物たちを支配しているのは気象や自然環境。これらを全て合わせて生態系と言います。生態系の全ては互いに関わり合うことで安定が保たれているんです。どこか一つが乱れるとその影響が全体に及びバランスが崩れ、生態系全てに関わるほどの大きな打撃を受けることにもつながるんです。地球の歴史が始まって以来、生態系の変化は無数に発生しています。多くの考古学者の研究では、なんと地球上で誕生した生物の 99% が絶滅していると言われているんです。特に生態系に大きな影響を与えた原因は火山の噴火や隕石の衝突、気候変動など。恐竜が消えた大量絶滅の原因として最も可能性が高いのは巨大隕石の衝突。これは地球規模で生態系に影響を与えました。そして現代、生態系に多くの影響を与えているのは何か。それは人間なんです。人間の経済活動が活発になったことで生態系に与える影響は無視できないものになっています。この事件で多くの人々を食い殺したベンガルトラも、もともと住んでいた地を人間に奪われてしまったことで人里へ降りてきました。ちなみにね、ベンガルトラはね、20世紀の初めには10万頭ほどいたと言われているんですが、なんと現代では4000頭にまで減少しているんです。めちゃくちゃ減ってんじゃない？もう自然の摂理で弱肉強食ってところでいなくなっちゃうのはまあ仕方ないことかなと思う。人間のわがままだけでいなくなっちゃうのは本当許せない。人間がね、起こしてしまったんだったら逆に人間のね、直接ね、介入した保護みたいなことが必要になってくる場合もあるんです。人間、介入しろ。さてね、本題に戻るんですけど、このベンガルトラはね、次々と人をね、殺害してしまったがゆえにね、ある記録を打ち立ててしまうんです。その記録とは。このトラによる被害はネパールとインドを合わせて7年もの間続き、記録に残っている犠牲者の数はなんと436人ですが、判明していないだけで実際の犠牲者はもっと多いと考えられます。この犠牲者数は単独の動物による獣害事件としては世界最大数、世界三大獣害事件とされ、ギネス記録に認定されているんです。生態系の中で動物と人間が助け合い共存していくことは理想的な世の中であり、永遠のテーマであるとも言えます。しかしその世の中を形作るのはいつも人間であり、翻弄されるのは動物。人間の価値観を押し付けるだけでは本当の意味で共存していくことはできないのではないかと考えさせられます。メトラの皆さんはどう思いますか？